今回は 1.5mm 上張りフローリングエウカの施工方法をご紹介します。この床材は温度変化による収縮が少なく簡単にカットできます。一般的なフロアタイルではできないピールアップボンドを使った施工が可能です。使用する道具はこちら。今回はフローリングにピールアップボンドで施工していきましょう。ゴミやホコリがないようにきれいに掃除して油分などの汚れを拭き取っておきましょう。一列ごとに半分ずらすレンガ張りで貼っていきます。まず床面を測って中心を割り出します。床材を中心から並べた場合に壁際のパーツが小さすぎないか確かめます。この場合中心から少しずらして貼る際の基準線とします。墨つぼなどでまっすぐ基準線を引きましょう。基準線に沿って床の半分にピールアップボンドを塗っていきます。櫛で塗り伸ばしていきましょう。櫛の片側だけを使って均一になるように薄く塗り伸ばしていきます。壁や基準線の際まで塗っていきましょう。途中でボンドを足しながらムラができないように塗り広げていきます。塗り終わる位置に気をつけて塗っていきましょう。ボンドが余ったらすくい取ります。塗り終わったらしばらく時間を置きます。ボンドが透明に変わったら貼り付けることができます。貼り付け可能になると粘着力があっても触った手にボンドはつきません。フロアタイルを中心から貼っていきます。基準線に合わせて貼り付け、ローラーで圧着させましょう。続けて1列目を貼っていきます。フロアタイル同士の継ぎ目をぴったりつけてしっかりローラーをかけます。壁際の端は1ミリ隙間が空くようにカットしてはめ込みます。定規を使わずに端をカットする場合、カットする端の1枚を手前の1枚にぴったり重ねた後、壁際側に1ミリ移動させます。ガイド用のもう1枚を壁際側から当てて上に乗せます。ガイドの端に沿ってカッターで切り込みましょう。1回切り込めば折り曲げて簡単に切り離せます。カットした面を壁側に向けてはめ込むと壁際に1ミリ隙間を空けて施工できます。定規を使ってカットする場合、残りの幅を2箇所で測ってその幅より1ミリ短くなるようにカットします。カットした面を必ず壁際に向けて貼り付けましょう。
1.5mm 上張りフローリングエウカはカッターで1回だけ切り込んで軽く折るだけで簡単にカットすることができます。レンガ張りの2列目以降の列の貼り始めはフロアタイルの真ん中に印をつけておいて前列の目地に印を合わせて貼ります。あとは同じように貼っていきましょう。最後の列の手前まで貼り付けたら残りの1列も定規を使わずにカットします。前の列にぴったり重ねておいた後、壁側に1ミリずらしてからガイド用の1枚を壁際につけておき切り込みを入れます。それを切り離してはめ込みましょう。四隅の部分は2回カットして収めます。カットした面を壁側に向けてはめ込みましょう。半分貼り終えたら残りの半分もボンドを塗って透明になるまで乾かします。同じように貼り付けていきましょう。かちなどの凹凸がある部分は前列と重ねておき、余った端材を当てて線を引いたら凹凸に合わせて切り込みを入れます。慎重に折り曲げて切り離してからはめ込んで貼り付けましょう。1.5mm 上張りフローリングエウカは 1.5mm 以上の段差があれば施工可能です。最後の列も同じようにカットして貼り付けます。壁際の隙間が気になる場合はコーキングを使いましょう。床全体への施工が完成しました。